型に頼るなと。型に頼るな。はい。自分のリーダーの型が悪いのかとかですね。彼を知り、己を知れば百戦して危うからず。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験から培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマがですね、あなたはどのタイプマネージャーパターン〇〇線ということで、マネージャーこういうパターンがあるよねみたいなところをちょっと紐解いていければなと思っておりますが。はい、そうですね。結論はですね、はい。型に頼るなと。型に頼るな。はい。型を知り、型を超え、成果を出せるマネジメントを磨けと。ほう。言いたい結論になっちゃうんですけど、はい。どうですかね、皆さん、これまでリーダーとはこうあるべきとか、管理職はこう振る舞うべきという理想像を追いかけた経験はありませんかね。僕はめちゃめちゃありますよ。僕もあるかもしれないです。例えば自分が成果を出して引っ張らなければいけないと思い、プレイヤーに戻ってしまった。人に任せなきゃと放任した結果、チームがバラバラになったとかですね。自分のスタイルを貫けばいいと思っていたら、思うように成果が出なかったと。実はこれらは全て型にとらわれることの落とし穴なんじゃないかなと思います。はい。その時の葛藤や思いで言うと、自分にはこのやり方しかできないのかとか、何が正解かわからない。うまくいかないのは自分のリーダーの型が悪いのかとかですね。こんな不安やモヤモヤを、管理職であれば一度は少なからずですね、感じたことがあると思いますと。でも、安心してください。これあなたが悪いんじゃないと。問題は、型を使いこなす視点がなかったことにあるんじゃないかなと、僕は今思ってますと。紹介したい考えがありますと。はい。手張りって言われるものですと。手張り。武道とか茶道で知られるこの言葉。これ、マネジメントの成長にもそのまま当てはまるんだろうなと思ってます。ほう。この手張りの意味、はい。手張り、一個ずつありまして、手っていうのは、まずは型を知り、型通りに動く。要は、新しいこと、わからないことなので、まずは型を知ることから始めて、まずは型通りに動くことをやるんですと。例えば1年目、手。2年目、歯。やがてですね、型にとらわれず、状況に応じて使い分ける。要は破壊していくみたいな歯だと思うんですけど、そして3年目それを超えたら2、要は離れるって感じですけど、そして型を超えて自分らしく成果を出せるようになると。武道や茶道で上達していく中で手張りっていうこういう教えが大事にされてるんですけど、この手張りの考え方をベースにすれば、どんな管理職も我流に陥ることなく、成果の出せるマネジメント、身につけることができるではなかろうかと思っています。手張りもう一回いくと、まずは型を知り型通りに動くと。これが基本みたいなものですよね。これがないともう次進めないんで、やがて型にとらわれず状況に応じて使い分ける。そして型を超えて自分らしく成果を出せるようになる。こういうここでは意味かなと思います。大切なのっていうのは、型に縛られることではなく、型を理解し、使いこなし、超えていくことなんじゃないかなと。だから、型を正解、この型、ブブー、バツみたいな感じで扱うんじゃなくて、方法論として使いこなす。そして、成果を出し続けられるマネージャーとして、組織に貢献し続けると。だから自分のタイプを知り、能力を磨き、状況に応じて柔軟に動ける。それこそがこれからの時代に求められる真の管理職なんじゃないかなと。できる管理職なんじゃないかなと思います。なんで、タイトルとは全く違いますけど、とにかく自分自身のマネジメント傾向をまず知ろうということですね。自分がどういうタイプで動きがちなのか認識することでスタート地点に立つと思うんですよね。
僕も好きな言葉がありまして、孫子の兵法で、彼を知り、己を知れば百戦して危うからずっていう名言があるんですけど、なんで相手を知って自分を知ればね、いいんですよね。負けないと。で、今回の話ではまず自分自身を知りましょうと。だから僕が言いたいことの本質としては、まずは自分がどういうマネジメント傾向を持っているのかを理解しましょうと。はい。ただし、型にはまるのではなく、型を知り、生かし、超えるための自己認識だと。でもタイプとかスタイルは答えではなくヒントだと。ヒント。タイプ分類は行動を決めるための枠じゃないよと。固執しないで、時には併用し、進化させるための方法論として使い倒してほしい。なるほど。と言いながら我流に走るなよと。ちゃんと自分磨きだよと。自分を知った気になって自己流を正当化する人ほど成果出ない結論ですよ。知った上で何を磨くかを考え続ける姿勢が重要です。当然成果を出すには型だけじゃダメですよ。型かける能力の掛け算必要ですよ。なるほどんなタイプでも型かける能力の係数を伸ばしていけば成果は出ます。だけど、能力が伴わなければ絵に描いた餅になります。型が悪いんじゃない、型がいいんじゃないか。自分のタイプに応じた伸ばすべき能力を自覚し鍛えることが不可欠であると。最終的にやっぱ型を超えて自分なりのマネジメントスタイルを作るよと。そういうことなんだろうと、思っています。なるほど。とは言いながらタイプっていう話が出てるので、タイプもいろいろあるなとは思いますけど、ちょっと別でね、画像で出しますけど、大きくは、タイプってやっぱいろいろね、ググったりもして、いろんなことを調べると、いろいろ出てきますよね。大きくでも一つは、マネジメントスタイルのタイプなのか、リーダーシップスタイルのタイプなのか、この大きな違いがありますよね。マネジメントスタイルって言ったら、部下との関わり方、管理手法とか、リーダーシップスタイルって言ったら、人への影響の仕方とか導き方とか、だから例えばですけど、権威型とか競技型とか放任型とか統制型とかって言われるのは、ある意味マネジメントスタイルのことを言ってますよね。リーダーシップスタイルで言うと、ビジョン型とかコーチ型とか、そんな感じの言い方をすることが多いので、まずはそのタイプを知るっていう中では、自分のマネジメントスタイルとリーダーシップスタイルはどういうものなのかと、いうことを理解するっていうのも一つあります。だと僕もマネジメントタイプ、マネージャーパターンとかって言われても、すっちゃかめっちゃかに散らかってしまうので、僕は大好きなキングダムを参考にですね。出ました、キングダム。カリスマ型、知略型、実行型、育成型、求心力型、統制型みたいな。こんな感じのタイプで分けて、面白いです。見ていたり、考えていたりしますかね。とにかく、どの方が良いかではなく、ちゃんと自分を知って、磨いて、進化させて、その時々のチーム状態や課題に最適なマネジメントを選べる人になってもらえるということないなと。それで成果を出していきましょうっていうことですかね。なるほど。ありがとうございます。今回は以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも学びや気づきがあった方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。